佐々木事務所に11年11年ぐらい勤めていて、でその間にいわゆるその構造計算書って言われてる構造計算書を自分が主担当としてやって書いた案件って3つしかなかったんですよね。おそらく一般的なその構造事務所でやる物件数に比べてその佐々木事務所の10年間の物件数ってもうおそらく圧倒的に計算書3冊って下手したらうちの今事務所だとうちのスタッフなんかは1ヶ月に書く計算書かもしれないみたいな構造設計をやる中で最後やっぱり我々安全性確認をしてかつそれを計算書だったり図面だったりにまとめていくときにすごくそこを効率化してそこの労力をもう極力プログラムで自動化してやったりっていう形のことを変な話その物件数が少なくてできた時間でえっちらほっちら取り組んでいて図面描いたりとか解析モデルいじったりっていうしてる時間いわゆる通常の構造設計っぽい業務の時間よりもと同じぐらいかそれ以上おそらく構造設計をするためのツール作りみたいなプログラムを書いたりとかそんなことも逆に言うとやる余裕があって提出前日の1時間と提出1ヶ月前の1日だったら提出前日の1時間の方がものすごい重要なわけじゃないですか。でおそらく集中力も含めてなので提出前の1ヶ月前に1日かけてそこの1時間を短縮できるツールみたいなものを作っておけばもう最後の最後衣装事務所の人がもう3日前の段階でもう修正できませんよねっていうのに対してできますよって言うと喜んでくれるだろうなみたいな自分自身がそんなに強靭なメンタルがないんでそんな直前に追い込まれたらその1時間すら無駄にするミスを連発するわけじゃないですか。だからそんな自分のことだって信じるよりもその前にきちんと組まれたプログラムに流してやる方がもうミスも少ないし手戻りも少ないしっていうただ問題はそうやってせっかく準備したツールが佐々木事務所みたいなところにいると次の物件では全く役に立たないという問題があって同じものが二度と出てこないような設計をしているとせっかくそうやってよしこれが準備できたら次はもっと楽になるかなと思ったら次はまた別の問題が出てきてっていうので結局毎回プロジェクトごとにそんなツールを準備するみたいなことが発生するんですけど自分自身が独立してやってスタッフと共にやっていくときにやるべき苦労とやらなくてもいい苦労みたいなものがきっとあると思っていてまさにそうやって僕自身も準備してたツールみたいなものをスタッフが活用してくれたらもうスタッフもよりそれがある上でできることを今度探していってくれた方が意味はあると思うので佐々木事務所にいた時にその先輩とかにちょっとわからないことを聞くみたいな状況があった時にもちろん聞いたら教えてくれるんですけど、その教え方はなかなか厳しくてあそこの本棚の右から上から2番目のところに入ってるピンクの本の後ろの方の右側のページに書いてるみたいなそういう指示なんですよ。そこがちゃんと頭に入ってるのは恐ろしいことなんですけどピンクの本ってなんやねんみたいなところから高構造の合成構造指針かみたいなそういうふうにようやくしばらくしたら分かるんですけど、それはきっとそれ別に計算方法を知るよりもそこに書いてることを読んだ方がいいからっていうところだと思うんですけどまさにその辺のそういうことはきっとそういう時間かけて学んでいいことで逆にもう時間セーブできるところはっていうのは当然僕たちも構造の専門にして構造設計でどんな構造設計が楽しいかなとかこういう構造いいよなって思うようなやっぱりそういう引き出しみたいなものっていうんですかねっていうのはいろいろ自分たちなりにきっと皆さん持っていてでそれを打ち合わせで話を聞いた際にその打ち合わせに対してこれはどうだろうみたいな形でいろいろぶつけていくようなところから最初のその衣装の方との打ち合わせってスタートするんですけどなんでしょう打ち合わせでたまにというか
今提案に対して今俺いいこと言ったなみたいな、これ今日はビールが美味しいみたいな感じのそういう提案をできたなっていう、それすごくいいことというか、重要なことだと思うんですけどって思うことがあるんですよ。でそれがちゃんと響く衣装の人と、それがもう見事に嫌がらせかのようにスルーする衣装の人とっていうのはやっぱりあっていてってことですけど、いやもう次打ち合わせ行ったら学士みたいなだったり、逆に次打ち合わせ行った時にその話を理解してくれて、逆にそこで自分が言ったこと以上に展開してくれてる衣装の人もいてっていう時に、やっぱりその報道設計者と衣装の方とのコラボレーションっていう観点で言ったら、どっちが幸せな関係かって言ったら歴然としてて、なのですごいやっぱり僕自身はそういう意味で言うと自分としてはその衣装の方とプロジェクトをやっていて、こっちのこういうのがいいんじゃないかなとか、ああいうのがいいんじゃないかなみたいな感じのものを提案した時に、それをすごくちゃんとその構造視点でって言ったらいいんですけど、観点できちんと評価してくれて、それを案でうまく展開してくれる方とやっぱり一緒に仕事をしている時っていうのは、やっぱり自分のそういう意味では存在意義みたいなものも当然感じますし、やっぱり設計して楽しいなって思う瞬間なので、本当そういう関係性が、作れてる方との仕事はやっぱり自分の中でもきっとうまくもいっているだろうし、評価もしていただけてるだろうしっていうふうには思うんですね。自分でこれがしたくてっていう方の行動設計者の方にも聞くと、すごいこれをやってみたいっていう強い気持ちで前に進まれる方もやっぱりいると思うんですけど、今言ったような感じなんで、何かっていうとやっぱ自分としても全部やっていくというよりは、本当に一歩ずつ一歩ずつみたいな気分で構造、打ち合わせの時に出たアイデアがあって、それを今度衣装の人がやっぱり同じようにグッと理解して違う形にまたボールを蹴ってくれて、でそうするとさすがに蹴り返されたらこっちもなんか蹴らなきゃみたいな感じで、キャッチボールをしながらなんかついていける関係なのか、キャッチボールしてなんかお互いやってるうちにはなんか結構来ましたねここまでみたいなところの方がきっと自分としてはやっぱりやりやすいのもあって、純粋に構造がこうっていうよりは衣装の方となんかやってこねくり回しながらなんかものができていくっていうところの方が自分としてはそこも含めて性には合ってるんだろうなっていうふうには感じてはいます。そうやってやってると、お互い状況が理解できてるんで、何が問題かっていう問題共有もきっとかなりしやすいんですよね。だからこうやって話をやり合ってきたからこそ、いざ構造的な部分であったり衣装的にももちろんあるし、こういう問題があったっていう時にじゃあっていうとそれをすぐ共有して、きっとそうじゃなければまず何でそれが問題なのかっていうところすら構造の問題は構造の問題、衣装の人には分かってもらえない、逆に衣装の問題も衣装の問題構造にも分かんないみたいなことになってしまうのが、そうやってやってきてるんで、すぐに相談はできる関係にはあるだろうし、そういう共有もしやすいしっていうのはすごい感じるかなと思います。構造設計者もそうですし、きっとおそらくおせっさんだったりゼネコンさん含めてもう一番やっぱりプロジェクトの真ん中でいろんな方とのやり取りをしていく立場にあるじゃないですか。なんでもう本当その彼女らのたぶらかせ力っていうんですかね、人を転がす力みたいなものが一番プロジェクトの潤滑油で、もちろん相応にプロフェッショナルな人たちが集まってきてる中で、僕も構造設計者として参加する時に一番楽しいのって、もういい意味で衣装設計者の大きな手のひらの上で転がしてもらってるぐらいの、自由に転がれっていうような環境を準備してくれたら喜んで転がります、自分の能力をフルに使って転がりますで、本当そうやって乗せてくれるっていうような関係性がある時にやっぱ一番能力を発揮しようって思うんだなっていうのは思うので、そういう意味で言うと本当に気持ちよく楽しくできるっていう表現はよりは、もしかしたら単に僕はたまにふっとまた手のひらの上で転がされてるだけかもなって思いつつ、一回気持ちよく転がってるしみたいな気分でやってて、きっとおそらくそうやっておせっさんもそうだし、
でゴンさんもきっと同じだと思うんですよね。もちろん簡単じゃないけど、なんかまあこの人が言うならしょうがないなとか、なんかああいうふうに頼まれたらしょうがないなみたいな気分で、みんながまあ同じ方向向いてやっていくっていう意味でも、本当衣装の人たちに僕自身が求めるのは、そう転がしてくれれば楽しく仕事をするんでっていうところかなっていうのもすごい思うところだったりはしますね。もともと昔佐々木さんのところで働いてる時にすごい感じたのが、佐々木さんってもうやっぱり我々構造設計業界の中でいうと、やっぱりもうすごく特別な人って、ある意味プロジェクトなんか見てもすごくいいのか悪いのかすごく神格化された存在として、やっぱり大きな存在としてあるじゃないですか。でまさにそれを夢見てっていうとあれですか、そこに憧れて佐々木事務所のに飛び込んでいったわけなんで、やっぱり何がやっぱ佐々木さんのその特別なあれかなって、やっぱり働いてる時に最初なんかはやっぱりそれを知りたいって思ってやってるんですけど、やっぱりあんな佐々木さんであってももう明確に分かることは、もちろんものすごいあるひらめきだったりそういうものはあるんですけど、それとは別にして、やっぱり佐々木さんがもうただただやっぱり持ってる知識と引き出しの数とこれまでやってきた経験とっていうのをもう膨大に持たれてるっていう。でなんでしょう、本当すごいアイディアでババッと突き進んでいく時もあれば、逆にそうじゃない時に一見なんか普通のものっていうのはあれですけど、比較的オーソドックスなものに対する提案であったとしても、これまでやった物件とこの物件のあそことここをこう合わせてみたいな形ですごく面白い提案を衣装の方なんかにとってはすごく刺激的な提案をされるっていう場面をもうたくさん目にして、ひらめきが全てじゃないんだなっていう。でまさにそういったそれはある意味勉強している立場としてはすごく勇気づけられるというか、なのでもう純粋にやっぱ勉強をしていろいろやっぱ自分が持ってない知らないことだったりを積み上げていかなきゃ、逆に言うとそれさえあれば佐々木さんの半分なのか3分の1ぐらいなのかの部分は自分のものにできるんじゃないかみたいな気分で、本当すごくそこはいい意味では励みにはなって、で逆にもう佐々木さんの同時に佐々木さんのもうむちゃくちゃ差って言ったら変ですけど、伝説は僕なんかよりもっと先輩の人たちがいろいろ知ってる佐々木さん伝説を聞くにつけて、いや自分は佐々木さんに比べてなんて真っ当な人間なんだろうっていうと怒られますけど、普通だなって思って、僕はきっと大物になれないなってその時なんかにはすごい思ったのは覚えていて、実際独立して自分自身がこう打ち合わせなんかをやってる時にすごい感じるのは、なんかやっぱりもうその目の前に衣装の人が準備した模型なんかがある時に、例えばこう考えてみたらどうだろうとか、こういうふうに変えてみたらどうだろうでこの角度から考えたらどうだろうみたいな、自分の確かにその構造的なアイディアをだったり構造的なシステムみたいなものを考えていくときに、自分の思考のパターンみたいなんだったり類型みたいなものっていうのは確かにこう10年そこいらやってきた中で明確にあるなっていうのはある時から少し意識するというか、感じるようになってきて、こういう時はこう考えてみたら面白いよなとか、こういう時はこういうふうなこっちの方向から攻めてみると何か突破口があるかもしれないっていうふうには打ち合わせの中でなんでしょう、本当目の前に模型をしながらなんか悩む時ももちろんそれが有効に働かずにその時もあるんですけど、どちらかというとやっぱりある程度そういうきちんと自分の中で類型化されたものみたいなものの中でどの角度から攻めてみようかなっていうのはある時から
自分の中にあるなって思うタイミングができて、やっぱりそこからはすごくきっと提案することに対しても説得力も出るんじゃないかなって思うようにはなってきて、ですごくいいのはそれの方法っていうのが何でしょう、必ずしも構造的に合理性の方向に向けての考えだけじゃないなっていうのがきっと面白いところだって、構造的に面白くするとか構造的に何かアイディアをって言った時に柱は細くなっていく方がいいとか太くなっていく方がいいみたいな話じゃなくて、どっち方向にも考え方っていうのはできるわけですか。だから合理的に考えていくともうおそらくは現代の経済と技術が生み出したら全部ラーメン構造になっていくのかもしれないですけど、そうじゃなく非合理な方向に考えていくと逆に言うと構造的にこんな面白いことが起きるんだとかっていうような考えっていうのはきっと構造的なアイデアをこう考えて思いつく中ではすごく可能性があるなっていうのは思っていて、逆に言うと自分自身が佐々木さんのところで働いた時ってなかなかそう佐々木さんと打ち合わせをしている中で自分の方からこういうふうに非合理にやってみましょうみたいなことはきっと怖くて提案できなかったんですよね。でも逆に独立して自由になったらこそできるのかもしれないですけど構造的に合理的ですごく安定してるものをきっと人は目にした時にその構造設計者が実際に頑張ってることっていうのが普通すぎて安定しすぎてて見えないっていう。逆にやっぱりそういう空間構造だったりとかそんなに柱ない大きな空間なんてそれもともすれば一種の不合理みたいな時にやっぱりそういう意味で言うと確かにその構造設計者の職能みたいなものが展開されるっていうのはおっしゃる通りかなと。